トッチーです。南春夫でございます。と思った。懐かしい。以前動画でもあったんですけど、テレビに捕まった時に、はい、2強をやったらすごいレポーターの方が痛かったっていうのがあって、痛くないのをしたかったのにとかっていうのが、そういう流れもありまして、今回のテーマはこちらです。2強の受け身ということで、先生からのちょっとご提案でもあるんですけども、2強の受け身、特に裏が難しいなっていうイメージがちょっとあるんです。そうです。まさにこの話です、ね。この話ですよね。受け身側がどういうふうに受けるかっていう問題があります。もちろんかける方もあっての話ではあるんですけどね。そうです。先生、なんかこれをテーマにされたっていうのは何かきっかけがあるんですかって言ったらおかしいですけど。なんていうんですかね、なんか痛めるのが今の話と反対ですよ。やっぱどうだほら痛いだろうみたいな、なんか痛めて喜んでるおじさんたち対処法じゃないですけどね、なんとかならんかなと。実際痛いですよね。痛いというか、痛い方すごい痛い。もちろんそう、私もやっぱ初心の人やるとやっぱり痛がられてしまうからまだまだなとは思うんですけどね。全然やっぱりやってない人はですね。そうですね。ということで、今日の受け身やってみましょう。じゃあ本編の方をご覧ください。ぼちぼちかけていきます。さすがに力でこうやってもかからんですね。そこはさすがにかからんですね。これは当たった。時間っていう問題でした。逆もやってみますか。これでいいです。肩につけて。そこ。カウンター当てられてますね。稽古しないんですね。2強とか3強とか弱くなるんですよね。ちょっとこれが当てられてますね。力ずっていきますね。傷だらけになりました。ありがとうございました。お願いします。そういうこと。あくまでお願いというかご提案なんですけど、最初にお願いしたいのはやっぱかける側ですよね。白帯の人とか自分より明らかに格下の人をわーって言わせて、それがお互いに楽しい時期もあるのかもしれないけれども、あまりなんかガッてやってどうだーみたいな意味があるのかなってですね。自分より強い人にやっていくならともかくもですね、明らかに自分の後輩とか自分より格下の人相手にガーってやって強さを誇示する意味がちょっと私にはよくわからないっていうのもあるし、先生の語録には合気道の関節技は関節のカスを取るものだ。もっと難しく言うと一礼四根三元走り切ってありますけど、自分の体を整える、この肉体を整えるの一つとして関節のカスを取っていくぞっていう、そのつもりでお互い関節のトレーニング、掃除、それからトレーニングをやってるって考えた方がいいような気は個人的にはしてるんですけどね。ぶっちゃけ小学生相手に試しましたけどね、走って逃げ回って、絶対かけれないです。一応ちっちゃいことだったら気づいてガッとできますけど、もう中学生ぐらいで本気で逃げられたらできるわけがないんでそもそものね、相手が受けてくれてるからですよね。さっきちょっと藤田君もいたずらしてましたけど、ほらどうだってこの時にパコってやられてますですよね。だからあんまりここでなんか痛くないって
そのこだわる時期があるのはいい、こだわる時期も長かったから、こだわる時期があるのは当たり前ですし、それを工夫するのもいいんですけども、あまり格下相手の人にそれで力を誇示する必要はないような気がする。それで、受け身なんです。じゃあ受け身はって言ったら、受け身はやっぱ最初怖いんですよね。やっぱ怖いから力む。で、それ力んだらやっぱり痛い。痛いからもっと怖がって逃げようとする。逃げようとするとますます痛い。だから前もやったと思いますけど、昔はやっぱ先輩には自分からこうつけに行けって、体を相手につけに行け。その先輩はへそを舐めるようにって教えてくださいましたけど。基本的に合気道の関節技っていうのはほとんどが順手です。曲がる方に曲げてますから。先輩に教わったのは、ゆっくりやれば、だから鍛錬。特に人体の鍛錬になるよって。一般的には人体は鍛えられないし、いろいろコントロールできないとは言ってることになってるみたいですけども、でもあえてこの順手できれいにかけてもらうことで、普通は鍛えられない人体を鍛えることができる。で、ずっと相手の力をもらっていく。まず怖いでしょうけども、ゆっくり相手の力をもらいつつ、やっぱ、そうですね。これも、だから、やっぱり、技をかけてくれる人はやっぱそのつもりでないとやりにくいんだけど、まずはやっぱ恐怖心。怖い。やられたらどうしようって、もうこの時点で、もう、硬さを感じてるよね。今この時点ですんなよ。今この時点でパッてやられたら、やっぱ今だったら私肘壊されかねないですもんね。ぐらい今緊張してます。怖いからって。それをそうじゃなくて、この人は関節を緩めてくれる。関節の掃除をしてくれるんだ。で、力の方向を。そうす。ぐーっと。で、いよいよもうこれ以上はダメだとなったら叩けばいいし。内田さんと池谷さんぐらいだったら、ぐーっと来て相手を感じながら、さらに相手の力の出所を感じてそこ落ちるよね、みたいなところまでやると今度返し技的な、にはなっていくでしょうけどもですね。物理的に実際できるかどうかわかりませんけど、人体を鍛える。関節の可動域を広げていく。筋肉も柔らかくすると。で、その大元となる、やっぱ恐怖心を取り除いていくと。そうすることで、くどいけど、相手の状態も読めるように、観察できるようになる。例えば今、内田さんだと重心が前に行ってるよね。それに誘導していくことも今度はできるようになるかもしれない。今、内田さんの力の出所ここだよね、みたいなのも感じれるようになるかもしれない。それが、やっぱ、まず恐怖が邪魔をする。緊張が邪魔をする。で、それを徐々にほぐしていきたい。心理的な問題と肉体的な問題と。初心者の人に言うのはちょっと酷だし難しいとはわかりますけど、相手言うならかけてあげる方。自分の力を誇示するんじゃなくて、相手の人がそういう恐怖心とかをなくすために、大先生が言われる通り関節のカスを取るように、それができるようにゆっくりじわじわ相手の様子を見ながらかけていってあげる。で、例えばここで力が入った。痛くなった時に、例えばですけど、息を吐きながらもう一回リラックスしてみると、あれ楽になったよっていうのがあるはずです。こちらも、あれなんか急になんか支えてたものがなくなったみたいな。で、また続けますよね。で、また力がどこかで入ってきた。そこでまた、そうリラックスする。そうすると今彼のリラックスが私に伝わったんで、今度私が来るとか。なんかそういう不思議っちゃ不思議だけど、面白いっちゃ面白いことも、単純に言いたい。痛いのが良ければ指ひねったら、手っ取り早く痛いわけですからね。ここでこれができるならこれができるわけですからね。そういう痛め合いじゃない世界もありますよって。痛め合いの世界ももちろんあるから、それは否定はしませんです。好きな人同士でやってくれと。嫌いな人を捕まえて、俺はどうだっていうのはもうちょっとどうかなって。ちょっとそれが言いたかっただけなんですけどね。すいません。以上です。はい、本編の方を見ていただきましたけれども、やっぱりいますよね。ガッってする人ですね。はい。普段どうやって対処されてますか？すんなり受け取って抵抗しないから一番かな。
これ先生途中で言われてましたけど、やっぱり怖いですよね、初めもう怖いです怖いですね。だからちょっと緊張するだけでも硬くなってしまうというか、あそれはあると思うので、まあ武道的に言えばこう痛めるっていうのも一つの間違いなくその、痛みで相手を制するっていうのは間違いないと思いますし、ただ中にはその本当に痛みも何もなくて、あれなんで俺天井見てんだみたいな技をされる方もいるという。そうですね、はい。まあやってることが違うというか、まあ目的が違うのか、そうそう同じあれは同じ2キロなのにこの人めちゃくちゃ痛い。でもあれこの先輩はなんで気が付いたら俺天井見てるんだったら笑うしかなくなるんですよ。痛いのは一体こんちきしょうってなっちゃうじゃないですか。でも気が付いたらステンで転がってたらあれってなんか自分でもおかしくなってくるんですよね。そういう境地の方もいらっしゃいますよね、一応。そう考えると結構その合気道が体験されているみたいなですよね。ところかもしれないですね。はい、ということで、まあ2教はいろいろと特に裏はですね苦労される方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、何か参考にしていただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、それからいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。